ッツァー V、 アートリアのウーリッツァー V とうとう出ましたね。いいでしょう。やっぱねエレクトリックピアノの代名詞といえばね、ローズかウーリッツァーっていう感じになると思うけど、今回このアートリアウーリッツァーエレクトリックピアノ来ましたよ。やっぱアートリアというとね、ほらヴィンテージシンセのイメージがあるじゃない、ソフトシンセといえば。でもね今回このウーリッツァー、すなわちヴィンテージのクラシカルなキーボードにこうねフォーカスを当てて再現したというところがね嬉しいじゃないのよ。ね、見てください。ウーリッツァー、ここにねロゴ、本物のウーリッツァーのロゴですよ。でこのデザイン見てこれ。ね、ウーリッツァーね、ほんとね、私も自分が持ってたのはねローズなんですけど、もちろん楽器屋でねウーリッツァーとローズもあってですね、ウーリッツァーもう弾きまくりましたね。レコーディングとかライブでもね本物を弾きましたけど、いやーほんとねいい音しとるわこれ。今ね、このアナログエクスペリエンスの60件をつないでますけども、ほんと弾き心地がね素晴らしくいい。でこのね弱い時のタッチ、強いタッチ、めちゃくちゃナチュラルでしょ。なぜかというとこれはねサンプリングではない、フィジカルモデリング、物理モデルによるウーリッツァーエレクトリックピアノの再現です。だからめちゃくちゃナチュラル。物理モデルっていうのは瞬時にこの今起きてる現象、エレクトリックピアノウーリッツァーの中でできてる現象を全て瞬時に計算して出してる、構造を作り出してるね。だからねもう少ない容量で、しかもめちゃくちゃナチュラル、これが大きなポイントです。で見てよこれね、このデザインがまたね全くウーリッツァー本物も全くこんな感じなんですね。ちなみにここのセットアップのところでウーリッツァーカラーあったんだけど、これブラックなんだけどホワイトもあるのよ。白いモデルもねこれちょっとレアなんですけど白モデルもあるんですね。こういうところが凍ってるところがまたいいじゃないね。ちょっとまた黒に戻しますけどね。でウーリッツァー、しかもアートリアが再現するとやっぱりねいろんなグラフィック凝るわな。凝るんだこれが。ちょっとオープン押してみるね。ほらいろんなものがこう現れてきたじゃない。このね、こちらイコライザーだねこれ。強力に動きますこれイコライザーで。こちらはベロシティのカーブでいろいろ変えられます。で自分のマスターキーボードに合うように綿密に調整できますね。もちろんここに出てくるパラメータ、ビブラートはもちろんこのビブラートレイトとデプス、そしてピックアップのこのディスタンス、距離ね、ピックアップのいろんなこの物理モデルで起こるであろう現象、ハンマーの硬さだとかハンマーノイズだとか、ね、キーオフのノイズだとかサスティーンの時のノイズだとかで、ハーモニックス、そのね中で起こる倍音構成のねいろんなタイプだとかね、例えばデジタル FM っぽい FM っぽい感じにこう仕上がるとかね、いろんなことが起こるわけですけど、またすごいのがね、ここの FX ってエフェクトって意味だけど、これ押すぞこうなります。ほらいろいろ出てきたわなこれがやっぱりアートリアらしいですね、仕上げ方ですね。これが素晴らしい。もう一回やるよ。エフェクトを閉じます、ね、開きますよくできてるわね。でここのところではまずボリュームペダル、がありますね。でこれ全部で4系統のエフェクターをこう駆使することができる。例えばフランジャー、ね、コーラス、ディレイ、ね、ボイス、フィルターとかね、いろいろできるわけですよ。素晴らしいね。でさらにねこちらサイドでは今リバーブ、がここにあるの分かりますね。リバーブがかかるようになっててできますけども、ここでねこのアウトプット、ここ見てアウトプットね、ここでレスリー、
すなわちレスリースピーカーによるこのね音の再現だとか、ギターアンプね、これウーリッツァってもちろん LINE でそのままね録音する場合もあるし、このようにギターアンプでガンガンに歪まして音を出したりとか、レスリースピーカーにつないでオルガンみたいにしてね、こう早回しにしてね、回転スピーカーで音をねいろいろ加工するとか、いろんなことがねできるんですよ。でそういうことをここでいろいろシミュレートもアウトプットとしてできるということですね。でね、さっきのちょっとウーリッツァから見てみるね。ブラックだとこのねフロアがこうウッディなねフローリングなんだけど、ホワイトにするとねこれカーペットになるんだよ。こういうところがね楽しいね。さて中のプリセットですけど、はい、今回私も、ね、いつものようにですねプリセット参加しました。プリセットメイキング KUGA バンクがありますよちゃんと。で私もウーリッツァ持ってますから、そのウーリッツァの、自分がイメージするものでいろいろ作ってみました。例えばリアルウーリー、私の作った音ですね。これよ、とてもいい音でございますね。自分で言うのもなんだが。でね、ちょっとローズっぽい感じにも仕上げてみたのよ。これね。上の方のね。いい感じでしょ。とかね、これドライバンクなんだけど、例えば、いろんなこうカテゴライズでねいろいろやってみたんです。例えば、クラシック、例えばこのクラシックでコーラスのかかったウーリッツァ、感じなのがね、Just Wait ってね、この曲のね感じ。こんな感じね、ちょっとごまかしてきましたけど、トップザワールドとくれば、このね、感じですね。こういうね往年の名曲系が弾けるクラシックバンクだとか、例えばねロックバンク、これロータリー、例えばロータリースピーカーを使ったような、ロータリーの1はスロー回しなんだけど、ロータリーの2はですねちょっと早回し。とかね、ガンガンにこう歪ました系のディストーテッド、ね、バンク、ディストーション系ね。これウーリッツァならではの世界観がね。とかね、面白いところではこれ面白いんだけど、作ってみたんだけど、ブロークンウィリー、ちょっと壊れてる感じちょっと弾いてみて。
もうめちゃくちゃな感じ。というようなね変わった感じにもね仕上げることができるし、例えばねこうエフェクトをこう駆使してフランジャーかけてこんな感じだとかね、ファンキー系トーキングボックスをね、ここ今ちょっと回ってるの分かるかね、あいうえおでこれでこういうことができたりしますね。なかなか面白いでしょ。という感じでやりますけど、まあ普通の音色ももちろんいい感じなんだよね。でね、特にこのウリッツァ最近のアートリアの、ね、ソフトシステムも全部そうですけど、例えばここでね、ワウワウを選んだとする。ワウワウペダルね、こういうところで例えばコントローラーをアサインするときには、例えばこういったねアナログエクスペリエンスのラボラトリーのキーボードを使ってるときいろんな操作値がいっぱいあるんで、例えばモジュレーションホイールにこのワウワウをアサインしたいなというときにはこれめっちゃ簡単なんで、ここのミディアサインモード、これねポンと押してやると紫になるじゃない。紫になるところなってるところをこうねアサインできるんだよ。例えばこれをワウワウをほら押してやるとこうもう簡単にできますね。例えばビブラートのデプスをじゃあここにアサインしようかな。でしょ。もうめっちゃ簡単ですね。といった具合に自由自在にこの MIDI のところでアサインができるんで、もうめちゃくちゃ便利だね。もちろんペダルを使えばペダルでねもちろんアサインできますからね。というようにですね、この、ウリッツァ V もう素晴らしいね。このね、ちょっと黒にしようこの仕上がり方はまさにアートリアならではの、ね展開じゃないかなと思いますね。今後もねきっといろんなもの、ね、このクラシックキーシリーズでウリッツァが出たということはいろんなものがなんか期待できるね。また再現してもらいたいヴィンテージ系キーボードって5万とあるじゃない。その辺をぜひ今後にも期待したいと思いますね。アートリアウリッツァ V でした。